鼻整形は目の次に一番多い施術なので、アバターじゃんみたいな質問のやつやりますね。これ皆さんに分かる海社長です。皆さんこんにちは。こんにちは。今回の動画のテーマは鼻整形の裏情報についてお知らせいたします。鼻整形の裏情報ですか。はい。鼻最近やる人増えましたね。増えましたよね。もうどんどん若年化していくなと思って、はい、そんなに鼻気にするのってね、いう子も、はいね、なんとなくやったりしますもんね。はい、最近忘れ鼻って言って、もう昔みたいなドーンという、かなりのねツン鼻じゃなくて、本当に顔の中の一部として忘れ鼻っていうのが最近流行ってますよね。ちょっとファッション感覚でやってるのかなみたいな。あ、そうですね。で、さっちゃん今日も鼻について掘り下げていきましょうか。はい、行きましょう。はい。では早速なんですけど、はい、やってはいけない鼻整形、やっぱりあると思うんですけど、教えてもらえますか。鼻整形は目の次に一番多い施術なので、鼻はすごく複雑なんですね。で、どこを部位を変換させたいかっていったところによって術式がかなり種類が多い分だけ、すごく簡単なオペから骨切りみたいなね、難しいオペまであります。簡単なやつから難しいやつまであるんですね。簡単なオペがあることも知らなかったですけど、お鼻なんかすごい難しいし、金額も結構高いっていうイメージが僕はありますね。大体やっぱり300万円ぐらいの近くいくっていったところもありますし、有名なね、とかね、バキが入りますけど、これ。鼻のヒアルロン酸とかみたいに、この鼻のところの筋を高く見せたいみたいな感じだったら、結構簡単に鼻の手術のシミュレーション代わりにやる方とかも多いですかね。鼻の手術の前にシミュレーションとして1回ヒアルロン酸入れるんですね。そうです、そうです。すぐにプロテーゼを入れるっていうのはやっぱり異物を入れるので怖いっていう方いらっしゃるので、そういう方のためにヒアルロン酸を入れて、ある程度 1,2 年ぐらい試して、これでじゃあプロテーゼ今から入れようみたいな方は多いですかね。そのままヒアルロン酸だけやり続けるっていうことはダメなんですね。そんなことないですよ。ヒアルロン酸定期的に入れられる方も多いんですけど、ただヒアルロン酸の場合とかは、プロテーゼみたいにカチッとした形ではないので、徐々になくなっていくので低くなっていく。で、私もよく飲食店とかにね食べに行ったりとかしたら、アバターじゃんみたいなアバターじゃんっていう方とかは、本部の部分にたくさんヒアルロン酸を入れてしまったんだなみたいな方は多いです。アバターちゃんもいるわけですね、ヒアルロン酸やった人では。ちょっとその中で、鼻でちょっとこれ危険だなとかっていう、そういう手術って何があるんですか。一番有名なのはオステオポールですね。結構前からありますね。ありますよね。なんか除去してる人も最近ね、聞きますけども。たくさんありますよね。除去してる動画とかたくさん出てきたりとか、画像とかもたくさんありますよね。あとは糸の微中隔延長っていうのがあるんですけれども、それももう絶対欲しいですね。結構危険なんですね。なんで糸によると微中隔延長ってそんなに引っ張られないので、満足度も低いですし、糸っていうふうになると異物なので、生体防御反応って言って、悪いものを外に出そうとする働きっていうのが起こって、感染のリスクとかも高いものになりますね。なるほどね。他には何かありますか。あとはですね、鼻先に入れるメッシュって言いまして、大体15万から20万ぐらいかかるんですけど、これもあんまり効果がないっていうふうに言われていて、そうなんですね。安易にねやる方多いんですけれども、そこまでね、あまり効果がないというふうに思ってください。なんかね、今20万ぐらいって金額言いましたけど、どうしても100万200万っていう金額を想像するんで、それに比べたら、20万とかあったらかなりライトだな金額だなってね、思っちゃいがちだと思うんですけど、多分そういうのでみんなやっちゃうんですよね。そうですね。実際鼻の場合は、一番やっぱり修正術って言って、外に出ていない修正っていうのが一番多い施術にもなりますし、よく聞きますよね。あとはですね、変化率をやっぱり求める方がすごく多いので、変化率、なので結構ね、鼻の修正を何度続けてもっていうことで、私一番最大に修正をやった方を見たのが6回目の方いらっしゃいました。鼻6回、どうなっちゃうんですか。鼻なくなっちゃうんですか。ね、なくなりそうです。それぐ
ぱり鼻にこだわったら、もうどんどんこだわり続けるっていう方は多いですね。いくらぐらいでお金使ってるんですかね。もう修正なんで、もう大きな会社が買えるぐらいだと思います。ですよね。修正ってそもそもよそでそのままやるよりも高いですもんね。そうですね。はい。それを6大回。体20%アップぐらいでやりますね。はい。鼻気になっちゃうとずっと気になりますよね。ずっと気になりますね。いいじゃんって言ってても、私は気になってるってすごい強いですよね。はい。でも写真撮ってやっぱり見たりとかしたら、私もそうなんですけど、鼻やっぱり気になるなって思いますし、もう多分何回やっても、この鼻にはなれないみたいな。気にないやつだ。でよく芸能人のこういう鼻になりたいですってやっぱり持ってこられるんですけど、もともとの鼻自体が違うから、私が浜崎あゆみのような鼻になりたいですっていうのと同じぐらい、もう元が違うので、なかなかね変化率が難しいっていうのもありますよね。僕も美容室に昔ドラゴンボールの漫画を持ってって、この影にしてくださいって言ったことがあるんですけど、漫画家は無理ですと言われたことありますけど、このぐらい無理です。そうですね。全然間違うこれ。今日鼻の話っていうことですけど、鼻施術って、鼻ってそんないろんな部位がありますよね。ありますね。鼻施術ってどんなのがあるの？実際にはもういろんな部位を変化させたい。鼻の穴を小さくしたり、鼻先を高くしたり、この鼻の鼻肺と言われるところを高くしたりとか、この浜崎あゆみみたいに逆矢印の鼻にしたりとか、たくさんありますね。でも鼻の名称っていうのがたくさんあるので、ちょっと視聴者の皆様で分かるように、用意してるの？いつものやつやりますね。かくんかい前の顔かい。じゃあ、メガネをお取りいただいてよろしいですか？じゃあ、ちょっと社長と分かるようにやめなさいやめなさい。メガネいらんわ。これ皆さんに分かる富田社長です。すごい、それ僕見ますよ。ここが鼻腺形成で高くする鼻腺部ですね。鼻翼がここになります。鼻翼縮小したい方とかだったらここを切ったりとかねするんですけど、であとはここの鼻のこの先の部分ね、ここが鼻中隔延長するところになります。ここが鼻肺部、ここが鼻頭部で、ここが鼻骨削りとかをしたりとかするときのこのわし鼻の方だったらね、ここの骨が気になるので、ここをトン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 ってのみで削ったりとかするっていう感じですかね。のみ、今日も体張りました。鼻の整形ってやっぱりトラブル多いですよね。こうどんなトラブルというかが多いですか？トラブルといえば先ほどお話ししたオステオポールとかもありますし、あとプロテーゼを入れたりとかすると感染のリスクっていうのが必ずあります。で自分のものを使いたいということで肋軟骨を使ったり。肋軟骨ってどこなんですか？この肋軟骨ね。こことやめなさい。太ってるじゃないよ。肋骨の軟骨ってことですね。そうですそうですそうです。そこをだいたい女性だったら、先生によって違うんですけど、乳房の下を切る先生もいればわからないように、ただもう乳房と関係ない本当に直下を切る先生とかもいらっしゃったりするので、私個人的には乳房の下を切ってほしいなというふうに思ったりします。目安ないからですかね。そうですね。であとは耳介軟骨って言いまして、耳介軟骨はここの部位ですね。ここですね。ここを取ってやる場合もあります。どちらにしてもなんかプロテーゼとか、リスを入れるものよりもリスクが低い。そうですね、リスクは低いというふうに言われてますが、ただ取ったところの傷はね、もちろん皆さんありますので、傷が早く治りやすい、治りづらいっていうのはあると思うので、すぐにはスポーツクラブに行かないとかね、泳いだり慌ててしないとかね、相撲取ったりしないとか、相撲取ったりしないとかね、そういうのは気をつけていただかないといけないかなと思いますね。さっきのプロテーゼの話あったんですけど、プロテーゼとかを入れて、その異物混入でトラブったりとかするとどうなっちゃうんですか？
実際にこう突き出てくるパターンとかですね、先生によってやっぱり鼻の整形の歴が浅い先生とかであれば、皮下組織の一番薄いところの浅いところに入れてしまったりとかするパターンっていうのがあって、こう触ってもプロテーゼが入ってるのが分かるので、どんどんって左右がこうずれていく、で最終的には鼻先からプロテーゼが出てきたりとかする、こんにちはしてますね、はい、っていうのもあったりもしますね。はい、この辺はやっぱりその入れてるから仕方のないリスクなのか、先生の腕が悪い、先生の腕が悪いと思っていただいた方がいいかなというふうに思いますね。本当にご自身の鼻の整形によって自身の考え方っていったところに合う先生を選んだ方がよくてですね、で私はですね20代ぐらいの時に鼻腺形成とかをやって、で実際にクローズのところの鼻の中から入れて、この尾翼部分のところの軟骨を糸で縛ったんですけど、全然効果がなくて、ビフォーアフターを見たとしても全然わからなかったです。全然変わらなかったんだ。はい、変わりませんでした。もともとどんな予定だったの？あと金額気になる。もともとは、実際に鼻の穴の左右が非対称だった部分が気になるので、いわゆる尾翼縮小と言われるものが良かったと思うんですけどね、ただ鼻腺形成っていうこの団子鼻が気になってしまって、鼻腺形成っていうのをやったんですけれども、もうビフォーアフターの写真を見ても、1ミリも変わってなくて、なんでやってしまったんだろうって。でしかもその時に勤めていたクリニックのドクターにやってもらったんですけれども、なるほど、はい、今までの手術の中で一番苦しかったぐらい、鼻の穴の中に長いこう綿ですね、それをガンガン入れられるんですけど、全部出ちゃいそうだからもう本当に苦しかったですね。はい、なので鼻のオペをするときはもう絶対に全身麻酔の方がいいかな。スタッフだったから、お金はその時かからなかったかもしれないけど、通常だといくらだったの？通常は30万ぐらいです。30万ぐらい、鼻にしてはまあ安い方の部類ですね。安いですね。でも一般の方がサショさんと同じような思いでちょっとキュッてなるかなと思ってそれを受けに来て30万払って何も変わらなかったな。さすがですドクターはその仕上がりを見て、なんて言ったんですか？勤めてるスタッフだったので、先生全然変わらないじゃないですか。言えないね。ということは普通に言えないわ。1ミリも言えないので、その時にいた事務長に全然変化がないじゃないかと。で、ビフォーアフターの写真を見てもらって、ほらここの変化率みたいな1ミリぐらいの変化率を事務長も言ってきて、はい、分かりましたって納得するしかなかったけれども、あんな思いも二度としたくない。鼻が苦しくてたまらなくて、1ミリぐらい変化したっていうね。当時のそのドクターの練習台になったっていう。練習台になったわけではなくて、もうすでにちゃんとあれなんですか、メニュー化されてた。あ、そうです。そうです。金道具だったわけですよ、それは。すごい昔ですからね。腕次第だし、術式次第。その頃に流行ってた術式って、それこそオステオポールとかの実態ですよね、きっとね。時代ですね。すごいなんか昔の人みたいな感じで言いますけど、まあそうですね。前の動画でね、キャンディーとか出ちゃってちょっとバレちゃいますけどね。オステオポールね、流行ってたって、あれいつぐらいだっけね、オステオポールの話してたんでちょっと思い出して。大体10年前ぐらいじゃないですかね、一番ピークが。今、オステオポールなんか今むしろ叩かれてるけど、やってるとこあるのかな？よくよく調べたら、実は術式は書いてなかったけれども、オステオポールだったっていうオチもあったりもしますけどね。どこもういろいろ話題だな、本当に。そうですね。調べたところによると、オステオポールとは書いてないですね。オステオポールと書いてないところがもうすでに闇ですよね。そうですね。先が崩れている方もいらっしゃったり、癒着してもう取りづらかったりする方とかはすっごく多いので、もう絶対やらない方がいいなというふうに私自身は思いますね。オステオポール否定派みたいな結構ね、ネットでもねありますよね。そっか、状況自体は大変なんですね。そんなには流行ったってことですもんね。流行りましたね。
今なんかいろいろ調べてくれてるみたいですけど、いかがですか？今見たのがびっくりしたのが1本49,800円で、オステオポールらしき鼻メッシュっていうのをやってるのを見て、どこ49,800円で何ができるんですか？鼻のメッシュ式の PCL っていう溶ける糸があるんですけど、それでだいたい持続が1年から2年ぐらいだと思うんですけどね、それでここの鼻先をクローズドで入れるっていうのが今見えました。なんていうふうに手術名で書いてあったのかな。切らない微線形成。なるほど。ぽい。はい、ぽいですね。何も知らなかったら僕も言ってるかもしれないですね。いや、私もこの業界じゃなかったら、もう絶対言ってたと思いますね。切らなくていいのって。そう。何回もないのって言ってなっちゃいますね。多分オステオポールっていう名前をちょっと出しそうなものなら、多分もうネットでめちゃめちゃ叩かれたりとかしてるんで、そうか、そうまでしてオステオポールまだやってんだ。やってましたね。皆さんも、気をつけてください。もう実際にどれぐらい被害者がいるかっていったところもね、もう目の当たりにしているので、もう絶対に気をつけていただきたいですね。初めちょっと大変な思いしたとかいう人がいたらね、コメント欲しいですね。欲しいですね。修正手術の中でも鼻が一番多いですか？多いと思います。なんでですかね。やっぱりすごく自分の鼻にこだわって期待値を持ってこられる方とのギャップだと思いますね。で、大体10人やれば3人ぐらいはリオペしたいです。もう1回やらせてください。すげえ確率。いう方が多いと思いますね。2割か3割リオペしたいんですか？すごい確率ですね。こちらが見たとしてもどこが気になってますかみたいな方もいらっしゃいますし、こちら側から見て確かにちょっと左右差があるのでもうちょっと時期を待ってね、半年間ぐらいかけてからもう一回来てくださいっていう場合もありますし、ただ何せこだわる方が多いっていうのがそれね、聞いたことあるね、ありますよね。なんかすごく細かいところが気になっちゃう人が多いって聞いたことありますね。ちなみに中性の多さでいうと鼻と同じくらい多いの？鼻の次ぐらいに多いって言ったらやっぱり目じゃないでしょうか。目、鼻っていうのがやっぱ大事。そうですね。一番変わりますからね。鼻やる人本当に増えましたよね。増えましたね。比較的ライトな施術に聞こえますもん。ちょっと前まではかなり勇気がいるなって感じでしたけど、もう当たり前のように鼻がね、やってきてるんで。社長、私聞きたいことがあって、私鼻のオペしたいんですけど、整形休暇ってありますか？何言ってるか分かんないです。整形休暇あるのかなと。取れるとしたら、1週間ぐらいやりたいなと思ってるんですけど。本当に入院するやつですね。でもダウンタイム中でも YouTube 撮れないじゃないですか。別に YouTube 以外の人とバレてるんですか？今日も鼻ぐいぐい掘り下げたんで、ぼちぼちまとめましょうか。料金からすると大体いろんな術式があって、一番簡単なのはルービ術って言ってプロテーゼを入れたり、皮下軟骨を入れたりとかする20万円ぐらいのもの。20万ぐらいですね。でいわゆるよく皆さんがインスタとかで見られる鼻フルねっていうものとかは高い先生とかだったら300万ぐらい。300万ぐらい。銀座のね、ブランディングできてる先生とか。なんで本当に自分がよく調べて、カウンセリングとかにもいろいろと行って、何の術式を自分はおすすめされるのか、なぜ必要なのか、どういう鼻になりたいのかまで考えて、カウンセリングには臨まれた方がいいかなというふうに思いますかね。さっきの鼻フルのちょっと補足ですけど、なんか先生によっては100万台から300万ぐらいですよね。だからめちゃめちゃ高い人で300万近くで、そうでもない人だと100万前半とか、そういう先生もいらっしゃると思うんですよね。皆さんが納得するいいなと思う先生を探して、ぜひクリニックに行ってください。5万円ってありました。もうね、論外ですよね。論外。もう行かない。もう交通費だけ無駄。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。またコメントをですね、皆さんがいただきましたら、それを参考に次の動画に入れさせていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。鼻フルは実際にフルじゃないと思ってて、鼻腺とあと鼻翼と鼻肺
ぐらいかなと思ってて、実際に3セールスぐらいの場合が多いですよね。でも本当に全部変えようと思ったら、大体やっぱり300万とか200万ぐらい絶対すると思うので、そうですね。社長、花を変えたいと思ったら、どこ変えたいですか？いやー、そうですね。僕自分は全然変えたい気持ちわからないじゃないんですけど、多分切りないんだろうな。切りない。って思ってるんで、花一回やりだしたら切りない沼になりますよ。じゃあ花で有名な先生のホームページさっき見たんですけど、これ森田社長的にどうなんですか？わかんないです。多すぎるし、どこ何やったかわかんないですね。なので何をオプションにつけられたのかとか、何を本当にやったらいいのかがすごくよくわかんないので、花の形を描きながらどういうふうに変化をするかっていうのを説明する先生の方がいいかなと思いますね。先生たちも結構やる前のカウンセリングでじっくり時間取ってくれるの？取ってきますね。大体花にこだわる先生とかは30分は絶対取りますね。そうですね。でもさっきの5万円とかは絶対にもうすぐだと思います。だって実際に何が一番偉いかっていうと、医者、ナース、看護助手、でナースなんてほとんど一人きりで、ほとんど看護助手、ドクターもやっぱり研修医上がりの先生とか、経歴が浅い先生が多いので、まあ確かにこういうものしか出せないのかなって思っちゃいますけど、切らないやつ。そう、切らない類です。でも実際にこの業界じゃない人たちは、すごい安いじゃんって、こんなものでできるのでは簡単に切らなくてっていうふうに思っちゃう。それが闇ですよね。闇ですね。間違いなく。